at home。 僕の部屋にお帰り。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。この番組は NCT127 のゆうたが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきます。さてですけどね、皆さんブルーレイの情報がいろいろ公開されていると思いますが、カラーズとサニーロードが入った CD があるんですが、みんなとの思い出を詰め込むという意味を込めてですね、この CD でしか聴けないんですよね、実は。なのでね、ぜひ手に取ってほしいなと思います。サニーロードは Season with a Smile って歌詞があるんですけど、シーズンにスマイルに聞こえたらいいなっていう裏テーマみたいなものもね、実はありまして、あとですね、バタフライはもちろん、じっくり見てほしいですし、フォーカスのね、僕もちょっと注目してほしいなと思います。ということで、今週の1曲目 NCT127 でフォーカス。Yuta at home. This program is brought to you by Disney Plus。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さんへのお知らせです。この時間は期間限定で僕ゆうたがディズニープラスで配信されているいろいろな作品の見どころをお伝えしていきます。今週紹介するのは韓国ドラマビッグマウスです。主人公の冴えない弁護士チャンホンを演じるのは韓国でも日本でも大人気のイ・ジョンソクさん、そしてその奥さん役が少女時代のユナ先輩が演じています。キャストも見どころですが、1話からめちゃくちゃ面白いです。イ・ジョンソクさんが演じる三流弁護士のチャンホが次々と事件に巻き込まれ、天才詐欺師としてでっち上げられ逮捕されてしまいます。そこから彼をはめた組織の隠された真実を彼と妻がどのように暴いていくのか、そのジェットコースターのような展開に続きが見たくてたまらなくなる作品になってます。シリーズ全16話どっぷりハマりそうですね。ビッグマウスぜひチェックしてみてください。それでは引き続き NCT127 ゆうたのゆうたアットホームをお聞きください。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。さて先週に引き続き今週もゆうたの持ち込み企画ゆうた怪談です。あなたが体験した怖い話、背筋がゾワッとするような恐怖体験、説明のつかない不思議な話などたくさんいただいていますので、今週も紹介していきましょう。今週も手元にねボタンがありますので、どれだけ僕を怖がらせたかボタンで判定していきましょう。でもね、俺なんやかんや言うてこの声でこの怖い話説明するの意外と好きなんだよな。ラジオネームゆうたがゆうたするのが大好きさとちゃんさん。名前の癖。これは数年前に本当にあった話です。私の弟ゆうたが寮生活していたんですが、寝ていると耳元で、おいゆうた、悪いけどティッシュ取ってくれへん関西弁になってもうた。おいゆうた、悪いけどティッシュ取ってくれないかと声がしたようで、眠い中、何？ティッシュはそこにあるよと指をさしました。そしたら、ゆうた、ありがとうって声が聞こえたそうです。その後また寝てしまった弟の部屋に寮の管理人さんが来て、ゆうたくん、電話だよ、お母さんから。ちょっと怖いってもう。その電話に出ると、仲良かった親戚のおじいさんが亡くなったという内容でした。おじさんは肺が悪く、よく咳をしてティッシュを使っていたようでした。弟が夢かと思ったあの出来事は、おじさんが最後に会いに来てくれたのかもと、怖いけど何とも言えない体験をしたようです。何とも言えないね。これ怖いけどね。俺もこういう話聞いたことあるからね、実際おばあちゃんからね。ということで次行きたいと思います。ラジオネーム冬さん。小学生の時に忘れられない体験をしました。当時私はエレクトーンを習っていたので、家にあるキーボードで練習をしていたのですが、ある日帰宅すると、誰もいないはずの家の2階から
エリーゼのためを音が聞こえてきました。私の家は防犯のためにセンサーがついていたので、人がいるはずもなく、おかしいと思いながら、恐る恐る2階の扉を開けると、真っ暗な部屋の中でキーボードだけが光り、音楽が流れ続けていました。そのキーボードには確かに曲を流す機能はありますが、タイマー機能はなく、なぜキーボードの電源が勝手につき、なぜエリーゼのためにが流れ出したのか未だにわかりません。怖いよね。こういうのあるよね。では次。ラジオネームののさん。あれはもう20年以上前のことです。幼馴染の家に遊びに行っていて、トイレを借りました。彼女の家は大きな趣のある感じのお家でした。そのためトイレも和式で広い作りでした。トイレから出ようとしたとき、急にあたりが真っ暗になったんです。その瞬間、自分がどこを向いているのか、上なのか下なのか、全くわからなくなりました。ただ宙をふわふわと浮いているんです。でもその時、なぜかそのことに関して何にも思いませんでした。なぜなら感情が全くなかったんです。ただ真っ暗な中で一人浮いていました。しばらくすると何かがガタガタっと震えていることに気がつきました。震えているのは足先でした。足が震えていると頭が認識した途端、暗い、浮いている、足が震えていると足先から感情が流れるように入り込んできて目が覚めました。私はトイレの中で倒れて頭でも打ったのか意識を失っていました。今でも時々思い出す。あれはどこだったんだろう。違う世界との境目なのかな。本当に不思議な体験でした。こういうこと俺信じるタイプやから怖いですね。じゃあラジオネームみりんさん。その昔、今では有名な心霊スポットになってしまったトンネルに行った時のことです。短いトンネルなので一緒に行った友達と向こうまで歩いてみようとなりました。夕暮れ時でまだ辺りは明るかったのですが、トンネル内に数歩入っただけで何も見えなくなり、懐中電灯を取りに戻ろうと振り返った瞬間、猛ダッシュで入り口に戻ろうとする友達の姿がありました。慌てて後を追いかけてトンネルが出ると無言で車に乗り込みました。どうしたのと聞くと、入った瞬間から低いうなり声がして、次はお前だと耳元で言われたそうです。私は聞こえなかったのですが、その友達とは数年前に音信不通になってしまう。今どうしているのか誰も知らないです。怖っ。これ紹介した方の中から一番怖かった人に番組ステッカーをねプレゼントするということでしたが、これも数える必要はないですね。みりんさんのトンネルの話でしたね。ということでですね、番組ステッカーをみりんさんにプレゼントします。2週にわたってお送りしましたゆうた怪談だったんですが、いかがだったでしょうか。いやー、クオリティ高いね。みんなノリで怪談話募集したんですけど、まさかねこんなに怖いお話がいっぱい集まるとは。はい、ということでですね、これからもね何か、来年か、もう夏も終わるのか。俺なんか怖い話したからさ、次はこう夏祭りのちょっと淡く儚い話募集したくなってきたわ。そんな歌ですけどね、ここで一曲お送りしましょう。大森聖子さんでルード。お送りしたのは大森聖子さんでルードでした。皆さんからのねメッセージをここで紹介しようと思います。ラジオネームレンゲさん。ゆうたくんただいまお帰り。エリチの京セラドームに行きました。ありがとうございます。最高でした。私は東京に住んでいるのですが、大阪に足を運ぶのは実に3年ぶりでした。大阪で言えばお菓子のカールが
ご存知で、懐かしい。お菓子のカール懐かしいね。子供の頃よく食べました。東日本はカールが販売そうなんや。終了になっており、食べたくなった時に買えないんですね。リチルのコンサート終わって新幹線に乗る前に、カール、カール、カールって、独り言を言いながら、薄味をたくさん買って買いました。かわいいね。ゆたくんは好きなお菓子ありますか？子供の頃によく食べたお菓子があれば教えてください。俺ね、めちゃくちゃあるよ。恋しくなるお菓子なんていうのもたくさんあってですね。韓国に売ってないんですよね。じゃがりことか。それこそ、この前インスタにも上げさせてもらいました。おにぎりせんべいとかね。子供の頃よーく食べてましたから。あと、おっとっと好きやったな。で、期間限定でさ、おっとっとのほら、シルエットが変わってるやつ1個探せみたいな。よくあったやん。ああいうのをね、よく好きでやってましたね。あとね、甘い系だとやっぱね、タケノコの里、キノコの山、めちゃくちゃ好きでしたね。ちなみにタケノコ派です、僕は。ということで、次行きたいと思います。ラジオネーム、ネラさんさん。ゆうたくん、このゆうたトームの以前の放送で、就活と被ってて NCT のライブに行けない友人がいるから、応援覚えてます。応援メッセージを送ってほしいというお便りが届いていたのを覚えてもちろんです。ファイティンさんですよね、確か。実はそのお便りは、私の高校生時代からの親友が、就活中だった私のために、すごー。そうだったんだ。ネラさんね、彼女から放送を聞いてと連絡が来て、実際にその放送を聞いたとき、泣くほど嬉しかったのを覚えています。すごいいい話だ。そしてなんと私は晴れて、第一志望にしていた就職先に合格することができました。おめでとうございます。メッセージをくれたゆうたくんと応援してくれた親友のおかげです。本当に感謝しています。ありがとうございました。そしてそんな私の親友は現在韓国に留学中で、勉強もそれ以外のことも一生懸命頑張っています。ですのでゆうたくんから彼女への応援メッセージを送ってほしいです。これで少しでも親友への恩返しになれば嬉しいです。よろしくお願いします。わー、すごい温かい話だ。いいね。なんかこのラジオを通して繋がることのなかった3人がね、間接的ではありますけど、こうやってね、繋がれたこと、何かの縁ですね、これも。前回ね、メッセージを送ってくれたおかげで、ネラさんからまた、僕、ユータアットホームにお便りいただきました。そしてですね、今、韓国に留学中ということで、絶賛、勉強も、それ以外のことも、たくさん頑張っていらっしゃると思うんですけど、自分でね、韓国に行くと決めた、そんな志に僕ユータもね、すごく、感動しますし、大変なことすごくたくさんあると思いますけど、行ったからにはですね、楽しんで韓国の友達もいっぱい作って、韓国のね、本当に素敵な文化たくさんありますので、その文化に触れて、また新しいね、価値観を、培って、また一つね、新しい、かっこいい大人になってくれたらなと思います。まあ僕もね、基本的に韓国にいるので、また会えばね、実はユータアットホームの誰々ですって言ってくれればね、僕、全然返事しますんで、また韓国でもね、どこかで会えればいいなと思いますね。頑張ってください。はい、ということで、次行きたいと思います。ラジオネーム、大福もちもちさん。ゆうたくん、ただいま。私はこの間、友達の家に泊まることがあったのですが、朝起きた時、友達に、ねえ、あんた寝言でさ、ランドセル、足の下が温まるよって言ってたんだけど、何事と爆笑されました。その時の夢はさっぱり覚えていませんが、自分でも思わず笑ってしまいました。そこで質問なのですが、ゆうたくんは寝言を言っているのをメンバーに聞かれたこと、もしくはメンバーが言っている寝言を聞いたことありますか？お忙しいとは思いますが、お体に気をつけてくださいね。これからもゆうたくんを応援させてください。ぜひぜひ応援してください。寝言言ってるのをメンバーに聞かれたこと。いや、ないかもね。俺聞いたことはいっぱいあるけどね。マークとかテイリヒョンとかのね。その時はね、なんかもう何言ってるかわかんないんですけど、ただただ可愛い。なんか俺歯ぎしりでさ、愛おしくなってくるもん。ギリギリしとんなー言って、もう起こさへん。聞いてるだけみたいなね。なんか可愛いなーと思って見てますけど。うん。あと、なんかさ、夢あるあるやねんけどさ、なんでさ、夢の中ってさ、なんか、ちょっと変な話になっちゃうけどさ、なんでさ、おもらしするときってさ、夢の中でさ、トイレ行ってるんやろうな。これ、あるあるでしょみんな。俺がおねしょしんひんくなった理由もあって、何回もその、おねしょしたときに、これ夢なんちゃうかって
っていうのを途中で俺気づき出したんですよ。で、それでこう、夢の中やからやっぱりこう心地いいんですよね。心地よくて、こう、今日もなんかトイレ来てるなと思って、で途中でパッて我に返るわけで、あれこれ夢なんじゃねみたいな。でパッて目を覚ますんですよ。じゃあ夢なんですよ。やばい、おねしょしそうだったみたいな感じを繰り返して、俺おねしょを卒業した記憶があるんですけど、すいません、なんか勝手におねしょエピソードなんですけど、なんかありますよね、たまに。あれこれもしかして夢なんじゃないみたいな。知り合いに俺この話したんですけど、なんかさ、夢ってさ、たまにあれこれ夢なんじゃないかなっていう瞬間なくないっていう話をしたんですよ。じゃあその友達が、夢ってコントロールできるのみたいな。ちょっとね、なんかスピリチュアルな話になっちゃうんですけど、夢って夢の中で夢だなって思った時に、あるものを触っていくらしいんですよね。机があったら机とかを認識しながら触ると、こう夢の中でもこうなんていうんだ、自我を保ちながら夢を見れるみたいなね、話をしてました。嘘か本当か分かんないですけど、皆さんもね、次回、これ夢なんじゃねって思った瞬間、ユータアットホームでのこのユータの話を、ね、思い出して一回ね、いろんなところ触ってみてください。はい。ということで、たくさんのメッセージありがとうございました。じゃあ、NCT127 でミュージックダンス。Music Dance Yuta at Home NCT127 ユータのユータアットホーム。Yuta at Home。今週の NCT127 ユータのユータアットホームいかがだったでしょうか。最後にこの方のメッセージを紹介しましょう。ラジオネーム愛ちゃんさん。ゆうたくんただいま。突然ですが、私はじゃんけんがとっても弱いです。家族でケーキを選ぶ順番、大学の授業で発表者を決めるときなど、負けたくない場合で必ずと言っていいほど負けてしまいます。負けるだろうなーって分かっていても改善方法が分かりません。めっちゃ簡単で、男気じゃんけんに変えたらいいです。ゆうたくんはじゃんけん強いですか？じゃんけんするときは何か考えていますか？教えてほしいです。これからも応援してます。大好きですということですけど、俺グー出すからみたいな。で、友達とかやったらさ、わかるやん。俺のことを信じてグー出すやろなとか、なんかそこら辺でちょっと勘ぐって、ちょっとあとは目っすよね。俺目力強いんでもうめっちゃ睨むんですよ。もうどうしようもないときはもう男気じゃんけんにしたらいいんじゃないですか。はい。ということでですね、これからも皆さんの声を僕にどんどん聞かせてください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でユータアットホームです。NCT127 ユータのユータアットホーム DJ は NCT127 のユータでした。次回も僕の部屋に、皆さん遊びに来てください。バイバイ。Yeah, yeah, yeah. 겁내지 말아줘. Yeah, yeah, yeah. Think about 내 편이. Yeah, yeah, yeah. This program was brought to you by Disney Plus. 지구 말로는 그거 LV. 네 맘이 시키는 대로 말해 뜻대로 움직여도 된다는 말이야. 우리끼린 달달하게 팍팍 쉬고 눈치 따윈 보지 말고 내가 벗으란 말이야. 걱정하지 말고 그냥 팍팍 믿어. 너만 그래도 돼. 원내 그럼 너의 것이야. 내 옆에 놓고 붙어